皆さん、こんにちは。時刻は午後5時。今年の北海道ツーリングはここ金沢駅からスタート。今回は帰省も兼ねているので、お土産の準備もバッチリ。午前中に予定があったため少し遅めの出発になりましたが、今回のルートはこんな感じ。昨年は金沢から福井は敦賀のフェリーで苫小牧に渡りましたが、今年はほぼ陸路で行きます。金沢から青森までを2日ほどかけて移動し、そこからフェリーで函館へ。北海道に上陸し、そこからツーリングを楽しんでいきます。今日は時間がないので、高速を使って新潟県の上越市まで進みます。そしてその後、秋田でキャンプを1泊挟んで青森へと向かう予定です。上越から青森までは1日でも走れますが、フェリーの出港が14時半なのと、秋田県の男鹿半島を回りたかったので、このスケジュールにしました。それでは駅の西口に止めたバイクへ向かいましょう。今回は初めてのキャンプを含めた長距離ツーリング。普段より積載も多くて少し不安ですが、このバイクと一緒に陸路で北海道へ行けることが楽しみで仕方ありません。上越ではいつもお世話になっている快活クラブに泊まります。ナビをセットして出発です。ではまずは駅前を抜けて最寄りの IC へ。10分ほど走って金沢東インターチェンジから北陸道へ入ります。ここからはひたすら高速で上越 IC まで北上していきます。日暮れまでに上越に着くにはちょっと出発が遅かったですね。では到着まで少し時間があるので、北海道に入ってからの予定をご紹介。フェリーの函館駅は午後6時過ぎ。函館では祖母の家に泊まり、両親と合流する予定です。その後実家のある札幌に移動し、休んだ後に北海道一周ツーリングに出かけます。先にも話しましたが、今回は帰省を兼ねているので、いつもより少しまったりしたものになりそうですが、いろいろな場所を見て回りたいと思っているので、お楽しみに。なんて話をしているうちに富山の市街地を通過。上越までは残り1時間半ほどです。ということであっという間に真っ暗ですが、上越インターまで進んできました。暗くて何も映らないので快活クラブまでカットです。金沢から2時間半ほどで無事今日の宿へ到着です。それでは荷物を置いて夜ご飯を食べに行きましょう。ということでやってきたのは麺屋ごすけ。頼んだのは鶏塩シャンタン麺。海を煮込んだのかというくらい濃いあごだしのスープにトッピングの鶏が加わることで、とてもバランスの良い味でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。その後は温泉に入って今日の工程は終了。お疲れ様でした。おはようございます。今日はここ新潟県の上越にある快活クラブを出発し、秋田県井川町の国家園キャンプ場を目指します。途中はあまり寄り道できませんが、早く着ければ男鹿半島を回れるので、それを楽しみに走っていきましょう。ということで早速最寄りの上越インターチェンジから北陸道に。ここ上越は快晴ですが、天気予報では村上市付近で雨に降られそう。
いうことで北上していき刈羽付近長岡市に抜ける山の天気がかなり怪しいですね。もう少し先で降るかなと PA を通り過ぎると大粒の雨が、気づけば道路に水が浮くほどの土砂降りに、すでに全身びしょ濡れなので諦めて走り続けます。そしておよそ30分後、雨雲の下からは逃げられたようですが全身ずぶ濡れです。8月なので助かりましたが、これが9月なら確実に風邪をひいてますね。新潟市内に入る頃にはようやく晴れ間が。ただズボンもグローブもまだびしょ濡れ。このまま晴れが続くことを祈るのみです。中条本線料金所を通過し、朝日間幌場で高速は一度途切れるためここで降ります。天候がまたまた怪しくなってきましたね。どうか降らないで。ガソリンが少なかったので給油を済ませ、ここからは7号線で先へ進みます。そして勢いよと進んでいくと、またしても雨が。せっかく乾きかけていたのに逆戻りです。しかし幸い通り雨だったようで5分ほどで雨は止み、カラッとした晴れに。もうこれ以上降らないでほしいですね。ということで走っていき、新潟県と山形県の県境付近。あいにくの天気ですが海沿いの道は気持ちがいいですね。そして山形県に突入。そろそろお昼が近づいてきたのでまた高速に乗る前に食べておきたいところ。ちょうど道の駅厚みがあったのでここでお昼にしましょう。服は乾きつつありますがブーツがまだぐっしょり。サンダルに履き替えて乾かしながらお昼を食べましょう。レストランで注文したのはお刺身定食。地元の魚を使った豪華な内容でエビ、タイ、アワビまであります。ごちそうさまでした。お土産には稲庭うどんとマグネットを購入。とてもいい道の駅でした。ということで再出発。靴もだいぶ乾きましたね。渥美温泉からは再び高速道路に。鶴岡ジャンクション料金所からしばらくは高速を走っていきます。ここからは絵が変わらないのでサクサクと酒田本線料金所、酒田港料金所と進み、湯佐菅里で降りて、ここからは30分ほど下道。直進して秋田方面へ再び7号線での北上です。秋田へ突入し、またすぐに木坂田 IC から高速へ。最短ルートはなかなか複雑。ナビに頼りっぱなしです。ということで北上して料金所を通って合流。あとはキャンプ場の最寄りの IC まで走るだけです。なのですが八郎型昭和インターチェンジで降りる予定が間違えて通過してしまい、仕方がないので次の5丁目八郎型インターチェンジで降ります。
ゲートに近づくとなんだか嫌な予感がしますね。ということで ETC が使えないためにカードを取り出して生産しなければならなくなったのですが、私の ETC カードはリアシートの下、つまりリアバッグとテントの箱、さらにサイドバッグまで外さないといけないんですね。これは大きなロス。係の方が待ってくださったのですが、早く外さないとと逆にプレッシャーです。ということでなんとか ETC カードを取り外し生産を済ませ再出発。手前のインターチェンジで降りていれば30分節約できたと考えると悔しいですが、こればかりは仕方ないですね。キャンプ場に着いてテントの設営後に向かおうと思っている男鹿半島ですが、もともと生ハゲ館と入道崎に行きたかったものの、現在時刻は午後3時過ぎ。なので入道崎にできるだけ早く行けるようにパッと設営しちゃいましょう。ということで IC から20分ほどで国家園キャンプ場に到着です。静かでいい雰囲気ですね。正面に見える建物で受付をするのかなと思っていたのですが、残念ながら受付は手前にあった別の管理施設。来た道を引き返してかなり急な坂を登って到着です。事前の下調べは大事ですね。無事に受付完了。どうやら最近クマが出た模様。ビビりながらキャンプ場に戻ります。それでは設営です。20分ほどで完了です。慣れていないため時間がかかってしまい、気づけば17時前くらいになってしまいましたが、入道崎にどうしても行きたかったので、ここから再びバイクを走らせていきます。今からならちょうど夕日が沈む時間に入道崎に着けそう。逆にラッキーかもしれません。しばらく走ると巨大な生ハゲがお出迎え。いよいよ男鹿半島らしくなってきましたね。そこから半島の下側、海沿いを走って行き、生ハゲラインに入っていきます。そこから15分ほどで半島上部の海沿いに、いよいよ入道崎はすぐそこです。ということで入道崎に到着。すごく雰囲気がいいですね。バイクを降りてみると改めて景色の良さに驚かされますね。歩いて先の方まで行ってみましょう。すごいですね。綺麗に草が刈られていて、夕日とモノクロの灯台がとても綺麗です。ここまで来た甲斐がありましたね。ということで最高の景色を後にキャンプ場の方面へ戻りましょう。帰りは道の駅に併設されたお風呂に入ってご飯を食べて帰りましょう。その後は井川町方面へ戻り、お風呂に入り、駅付近で唯一開いていたお店でちゃんぽんをいただいて、今日の工程は終了。
お疲れ様でした。おはようございます。金沢を出発して3日目の朝、熊にも会わず無事に朝を迎えられました。気温は10度台、8月にしてはしっかり寒いです。もう少し厚着して寝ればよかったですね。さっと朝ごはんを食べて撤収です。朝露が乾かないうちの撤収だったので大変でしたが、無事完了。8時過ぎになってしまいましたが、バイクに積み込んで出発です。今日はここ秋田県井川町を出発し、青森のフェリーターミナルを目指します。そこから海を渡って北海道入りするのですが、時間に余裕があるので、青森県は三内丸山遺跡に立ち寄ってから向かおうと思います。今回津軽海峡を渡るのは青函フェリー。出港は14時30分。1時間前には到着してなければなので、あまりのんびりはできませんが、今日でしばらく本州ともお別れなので、楽しみながら走っていきましょう。青森へは東北縦貫道を使いますが、最寄りから乗ると遠回りになるため、山沿いの道に1時間ほど走り、東北道へつながるバイパスの手前まで来たのですが、通行止めですね。ということで調べたところ、ここからバイパス1区間だけ迂回できればなんとかなりそうです。通行止めのバイパス入り口を指示するナビに逆らい、迂回ルートに行きましょう。そして先ほどのバイパスの隣、新田真ん中から再びバイパスへ。このまま進んでも東北道にぶつかるのですが、少し遠回りのようなので、ナビに従って大館北で降ります。7号線に合流し走り続け、ようやく東北道碇ヶ関インターチェンジが見えてきました。対面通行の山道は気を使うので、ようやく高速道路に乗れたという感じです。ここからは青森まで高速で一気に北上です。出発から2時間半ほど休憩していなかったので、津軽サービスエリアで一休み。青函フェリーはバイクの場合、ネット予約ができず、電話予約のみ。電話で確認し、無事に予約が取れていたので、このまま遺跡の最寄りまで進んでいきましょう。20分ほどで青森インターチェンジに到着。ここで高速を降ります。道に迷いながらもなんとか到着。それでは遺跡散策といきましょう。ということで園内へ。今歩いているこの道も縄文時代に実際に使われていた場所の上を通っているそう。歩いていると不思議な気分になりますね。復元された竪穴式住居や柱跡、墓の跡など、縄文時代の遺構がこれほど残っているのは本当にすごいですね。資料館でいた浄土宮などを見学してから1時間ほどで見学を終了。現在時刻は12時。時間が怪しくなってきましたが、お昼を食紅青森駅へ向かいます。
ということで駅北口のバイク置き場に来たのですが、満車ですね。バイクが止められないので予定を変更し、観光物産館アスパムへ向かうことに。小さい頃に一度だけ来たことがあり、三角の建物が印象的でしたが、ここでお土産を買いつつ昼も食べられればと思います。ということで近くのラーメン屋に行列ですね。諦めてアスパムに戻ります。すでに13時近く、しっかり食べる時間はなくなってしまったのでアップルパイを購入。少しですが青森の味を感じられてよかったです。さて時刻は13時15分。乗船手続きまであまり時間がありません。急いでフェリーターミナルへ向かいます。ということで到着。急いで乗船手続きをしていきましょう。手続き完了です。料金はバイク込みで5000円ちょっと。津軽海峡を渡ります。津軽海峡を渡るフェリーは2種類ありますが、今回は青函フェリーを利用します。ということで時刻は14時過ぎ。いよいよ乗船です。それでは乗船。この青函フェリーですが、もともとバイクを積むためのフェリーではなさそうな感じで、乗せられる台数も多くないので早めに予約して正解でした。荷物を持って客室へ向かいます。ということで船内へ。中はとても綺麗ですが誰もいない。バイクが先に乗船だったので予想はしていましたが、クルーの方も見当たらず、席の指定もなかったので適当に良さそうな場所を確保。船内は4時間過ごすには十分すぎるほど快適です。そして定刻通り出港。しばしの海の旅です。ということで少し眠っている間に函館に到着。バイクは最後に下船します。荷物を積み込んで下船です。そして北海道に上陸。これからの予定としては、今日からしばらくは祖母の家に泊まり、何日か後に実家のある札幌に向かいます。ここからは少し一般的なツーリングとは違う流れになりますが、どうぞお付き合いください。お疲れ様でした。次の日からは函館に数日滞在。五稜郭でスタンプを押したりしながら、改めて函館を巡ることができて、とても楽しい時間でした。その後は札幌まで北上。両親の車と時間差で並走しており、寄り道ができなかったためダイジェストです。かなり急ぎ足ではありましたが、札幌市に到着。次のシーンからはいよいよ道内ツーリング編です。皆さんおはようございます。今日はここ
道の駅と宇別からスタートです。今日の最終目的地は日本最北端宗谷岬。札幌から日本海沿いにおよそ 320km のロングツーリングです。昨晩は雨が降っていましたが、今日は日差しが眩しいくらいの空模様。ところどころ雲はありますが、この様子だと雨に降られる心配はなさそうです。まずは日本海オロロンラインに合流するため、畑の中の道を抜けていきます。そのまま石狩市に入り、国道231号日本海オロロンラインに合流します。ここからはひたすらこのオロロンラインを北上していきます。ここで一つ皆さんにお詫びしなければならないことがありまして、初日の動画で北海道一周ツーリングをしますとお話ししましたが、天候があまり安定しないことに加え、熊の出没が相次いでいることもあり、キャンプは危険と判断しました。そのため今回は札幌を拠点に行きたい場所を何日かに分けて回る方式にしようと思います。なので本来行く予定だった道東根室方面は今年は泣く泣く見送りです。キャンプをする気満々で道具を揃えてキャンプ場もいろいろ調べていたのですが、今の北海道の状況を考えると無理はできないですよね。気持ちを切り替えて今日の景色をしっかり楽しんでいきましょう。札幌出身とはいえ東北方面に来ることはほとんどなく、ここを走るのはほぼ初めて。普通の海沿いの道なのに本州とは違う雰囲気がありますよね。そんなことを考えながら走り続け、出発から1時間半ほどで滝が見えたので、ここで一旦休憩しましょう。ということで小休止を挟んでからまた走り出していきます。今回のツーリング、本州も走る関係上真夏用のメッシュジャケットで来たのですが、なかなかに肌寒いですね。ここでトイレにも行きたかったのですが開いておらず、もう少し我慢して進みます。今年の北海道は暑いと聞いていたのですが、お盆を過ぎたあたりからは一気に涼しくなっていくんですよね。それにしてもこの辺りの岸壁は迫力がありますね。ただただ走っていて楽しいばかりです。先ほどの滝から20分ほど走ったところで防災ステーションを発見。寒さとトイレどちらも限界が近かったのでありがたく寄らせてもらいます。中にあったハンドドライヤーが温風で手が生き返りました。なんだか休憩してばかりな気がしますが、ここからはどんどん進んでいきましょう。ということで増毛町、続けて留萌市に入り、さらに北へ。お腹が空いてきたところでちょうどよく道の駅が。道の駅留萌で一休みすることにします。時刻はまだ10時過ぎですが、レストランへ。ということで日清そばを注文。甘いニシンの甘露煮と少し濃いめの出汁が相性バッチリ。10時過ぎにはちょうどいいボリュームでした。
ごちそうさまでした。急に場面が変わったなと思われるかもしれませんが、道の駅を出た後、しばらくの間カメラのカバーをつけっぱなしで走っていました。幸い早めに気づけたので大事には至らず、気を取り直して次の中継地点小平のニシン番屋を目指します。ここからの距離はだいたい 20km ほどですね。15分ほど走り小平町に入ります。北海道の道は流れがいいのでだいたい 1km を1分くらいのペースで走れます。ということで宣言通り20分ほどで道の駅小平ニシン番屋に到着です。もしかしたら稚内まで見るところがあまりないかと思っていましたが、奇遇でしたね。ニシン番屋こと旧花高番屋は日本最北の重要文化財であり、道内に現存する番屋の中では最大規模を誇る建物です。最盛期にはここで200人以上が雇われていたそうで、本当にすごい世界ですね。ニシン御殿と呼ばれるだけあって当時の活気が伝わってきます。後ろが詰まっていたので今回は中には入りませんでしたが、当時のニシン漁の規模の大きさは十分感じられました。それでは番屋の見学もほどほどに次の目的地へ向かいましょう。次に目指すのはここからおよそ 100km 北にある幌延町のオトン類風力発電所です。写真でこの場所を見て以来、北海道に帰省したら絶対に行きたいと思っていたところであり、今日一番楽しみにしているスポットと言ってもいいかもしれません。2025年には風車が建て替えられると聞いていたのですが、今回のツーリング中はまだ健在ということで、見られるうちに見ておきたいという気持ちでバイクを走らせていきます。オロロンラインを北へ北へと進み苫前町、続いて羽幌町を通過していきます。大きなペンギンかなと思いましたが、オロロンラインの名前の由来にもなっているオロロン鳥のモニュメントでした。表情もどこか可愛らしくていいですね。そしてほどなくして初山別村に入るのですが、さすがに風が冷たく寒さに耐えられなくなってきました。ということでたまらずレインスーツを重ね着、そのまま走り続け15分ほどで遠別町に入ります。道端には牛がのんびり草を食べていますね。さっきまでの寒さも少し和らぎ、景色を楽しむ余裕も戻ってきました。さらに10分ほど走ると今度は手塩町に入ります。そして手塩川を渡って幌延町へ入ります。そして海沿いを走る道道106号を進んでいきます。いよいよ近づいてきましたね。ということで遠く右手に見えてきたのがオトン類風力発電所です。どこまでも続く直線道路の横にずらりと並ぶ無数の風車。日本にいながらまるで海外のどこかを走っているような不思議な感覚になります。あいにく空はどんより曇っていますが、それでもただただ圧倒される景色です。通行の邪魔にならない場所を見つけてここで記念撮影をしていきましょう。
真もバッチリ撮れたので、ここからは景色を楽しみながら流していきます。どこまで走っても隣には風車が並んでいるこの感じ、本当にここにしかない風景だと思います。やがて風車の群れを抜け、稚内市街地までは残り 50km ほど。この道は天気が良ければ右手に風車、左手には利尻富士という最高の景色が見れるそうなのですが、それでもそのまま走り続けていき、豊富町に。次の目的地は稚内の最西端、ノシャップ岬です。ということでおよそ20分走ると、ついに稚内市に突入。日本最北端の島でようやくやってきました。さらに25分ほど走ると、案内標識にノシャップ岬の文字が。右手には丘も見え、半島の先端らしい景色になってきましたね。ノシャップ岬まではあと少し。そして5分ほど走って、ついにノシャップ岬に到着です。札幌からおよそ 300km ありましたが、意外とあっという間でしたね。それでは岬の先の方まで歩いて行ってみましょう。ここのシャップ岬からは天気が良ければ左手に利尻島、右手にはシベリアが見えるそうなのですが、今回のツーリングは天気運には恵まれていないみたいです。残念ではありますが、この後の宗谷岬に期待したいと思います。一休みしてから再出発。次に向かうのは日本最北端、宗谷岬です。地図で見るとノシャップ岬から宗谷岬まではすぐ近くに見えるのですが、実際には40km 弱の距離があるんですね。そして稚内の市街地を抜けて国道238号線でひたすら北東へ。時刻は16時前、300km 以上ほとんど信号のない道を走ってきたので、さすがに疲れと眠気が出てきました。限界を感じてきたところで道沿いのセイコーマートにピットイン。こんなに北にもあるセコマはいつでも道民の味方であり、北海道ツーリングライダーの強い味方でもありますね。ここでデカビタを飲んでもうひと踏ん張り頑張ります。眠気もだいぶ落ち着いてきたところで再び宗谷岬を目指して走り出します。宗谷岬までは残りおよそ 10km。 そしてあと 5km の標識を通過し、いよいよその時が近づいてきました。札幌から約 350km、 金沢からはおよそ 1400km。 ついに宗谷岬に到着です。日本の最北端まで自分のバイクでたどり着くことができました。まずはお土産屋さんで最北端到達証明書ということで、無事に最北端到達証明書をゲットです。嬉しい気持ちもありつつ、実は今の心境は少し複雑で、この辺りはバイクに戻ってからお話ししましょう。見ての通り
ここ宗谷岬は観光バスも次々とやってくる人気観光地で、モニュメントの周りも人だかり。 1000km 以上走って最果ての地に来たという実感があまり湧いてこなかったんですよね。私としては苦労してたどり着いた先にあるのが宗谷岬であって、簡単に最北端に来て写真を撮ってもそれはあまり価値がないのではないかと思ってしまいます。なんて少しひねくれたことも言ってしまいましたが、実は今日それも織り込み済みで、もう一つ行きたい場所を決めていました。それが今向かっている宗谷丘陵です。丘陵地帯に立ち並ぶ風車と白い道がとても綺麗だと聞いていて、宗谷岬で味わったモヤモヤを晴らすべくバイクを走らせていきます。ということで少しずつ標高が上がっていき、牛たちを横目に走っていると、遠くには風車が見えてきましたが、ここは右折。この先の道は一方通行なので、対向車を気にせず走れるのが嬉しいところです。さらに進んでいくと、ついに白い道の区間に。多少のダートではありますが、オンロードバイクでも問題なく走れるレベルです。知らない世界に迷い込んでしまったかのような不思議な感覚になりますね。景色に見とれてあまりカメラを回せていませんでしたが、白い道もそろそろ終盤。なんて思っていると、距離も近くてなかなか迫力がありますね。それでは最後にバイクを止めてゆっくり写真を撮っていきましょう。曇天でも十分綺麗だったので、快晴の日にまた走りに来たいですね。本当に来てよかった場所でした。この白い道はホタテの貝殻を砕いて敷き詰めているそうで、想像するだけでもとんでもない量ですね。たっぷり堪能できたところで、そろそろ稚内方面へ戻るとします。ということで再び国道238号線に合流し、稚内市街地へと戻っていきます。今日の宿は稚内駅前。向かう前にスーパーとガソリンスタンドに寄って買い物と給油を済ませておきます。ということで稚内の駅前に、今日の宿は本当に駅の目の前。バイクを止められるガレージがあるのがありがたいですね。ベッドはこんな感じ。ドミトリーなので人を選びますが、いつもの快活と変わらないので十分ですね。さて、荷物も整理して落ち着いたところでご飯を食べに行きましょう。5分もかからず到着です。頼んだのは名物のタコしゃぶ定食。タコを軽くつゆにくぐらせると弾力がありつつも簡単に噛み切れる食感。美味しかったです。ごちそうさまでした。そしてその後は宿に戻って今日の工程は終了。はまだしません。駅前の映画館でレイトショーを見ます。
最北の映画館での映画は良かったですね。ということで今度こそ今日の工程は終了。お疲れ様でした。おはようございます。ぐっすり眠れて朝日が眩しいですね。朝ごはんは駅前のセコまで調達。コスパが良くて助かります。ということでご飯も食べたところで出発です。今日はここ稚内を出発し、オホーツク海側を南下。紋別を経由して内陸に入り、旭川の快活に泊まる予定です。今日最初の目的地は昨日に続いて宗谷岬。昨日は混雑していてまともに見られませんでしたが、現在時刻は7時半過ぎ、空いていることを祈りつつ向かいます。そんな話をしているうちに出発から30分ほどで宗谷岬に到着。混み具合はほぼ貸し切りですね。それではバイクを降りて昨日は見られなかったモニュメントへ。昨日の喧騒とは打って変わって静かな最北端。これぞ求めていた景色です。先の方へ向かうと、カメラだと分かりにくいですが肉眼ではシベリアもしっかり見えます。見たかった最北端を堪能できて大満足です。それでは昨日の分も楽しんだところで宗谷岬を後に南へ。次の目的地は猿払村道江佐ぬ河線。国道から一本外れた開放感抜群の直線道路。今から走るのが楽しみです。ということで走り続け、宗谷岬から20分ほどで猿払村に。江佐ぬ河線は村の南端30分ほど走り、江佐ぬ河線の案内標識が意外と親切なんですね。そして T 字路を右折していよいよ江佐ぬ河線へ。左手には海、右手にはどこまでも広がる草原。これはすごいですね。一度クランクを挟んで再び直線道路に。ここが最長区間の直線ですが圧倒される景色ですね。心が洗われる景色とはまさにこのことかもしれません。途中テンション高めのカブライダーとすれ違いながら残りの区間を走っていきます。最後の直線はかなり凹凸があったのでご注意を。ということで江佐ぬ河線は終了。素晴らしい道でしたね。映像では良さの半分も伝わらないかと思うのでぜひ一度走ってみてほしい道です。さて続いての目的地は浜頓別町のフッチャロ湖。宗谷岬から1時間ほど走ったので湖畔で休憩です。さて浜頓別の市街地に。ここから湖畔まではすぐそこ。ということでフッチャロ湖に到着です。湖畔キャンプ場はなかなかいい雰囲気。バイクを止めて少し散策します。フッチャロ湖は日本で3番目にラムサール条約に登録された汽水湖。
今日は風がなく鏡のような湖面が綺麗ですね。いつかはここでキャンプをしたいなと思いつつ出発です。休憩を挟んだところで次の目的地は南東に約 120km 紋別市です。今日の行程は本当にざっくりしか決めていないので、気になった場所があれば寄り道していくスタイルで行こうと思います。行き当たりばったりの珍道中になりそうですがお付き合いください。ということでひたすら南東に歩みを進め、1時間ほどで江差町へ。面白そうな場所を見つけたので急遽寄り道。北三上岬公園というところのよう。バイクを降りて散策してみましょう。先の方に進んでいくと特に何もありませんでした。それでも左手には綺麗なカムイ岬が見えます。向こうのカムイ岬には灯台もあるそうなので次はそちらに行ってみたいですね。ということで出発。紋別に向けてどんどん走っていきましょう。先ほどから1時間ほどで大武町に。カムイ岬公園以降ずっと走りっぱなしだったので道の駅オウムで休憩をしつつ、お昼も近いので次の町のおこっぺ町のお店に向かっていきましょう。およそ20分黙々と走り、走行しているうちにおこっぺ町の市街地に、そしてお店に到着です。頼んだのはとんかつ定食。ボリューム満点でとても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで腹ごしらえをしたところで出発なのですが、とんかつ定食で一つやらかしをしていまして、とんかつの左にある銀の器、多くの人がカレーだと思うと思いますが、実はサラダ用のごまドレッシング。数口食べてようやく気づいたくらいなので先入観は怖いですね。いろいろありましたがついに紋別市へ。次の目的地は紋別市の境界展望塔オホーツクタワー。途中で給油を済ませオホーツクタワーのある海洋公園へ向かいます。流氷を見るための施設ですが真夏でも楽しめるのか。ということで到着。オホーツクタワーに向かっていきましょう。さてそれでは目の前のクリオネプロムナードを歩いて海上のオホーツクタワーを目指しましょう。途中不気味な音が聞こえますがとりあえず前進。ということでタワーに通じる連絡橋の下に到着。エレベーターで3階に上がり連絡橋を渡ってタワー内部へ。タワーはオホーツク海が一望でき素晴らしい展望ですが真夏の生花費とは少なめ。レストランの方と目が合い少し気まずくなり早々に退却です。タワーには地底海があり海の中の様子が見れたり水族館のようになっているようなのですが今回はパス。流氷の時期にまた来たいですね。
最後に息に気になっていた謎の音の正体を見に行きましょう。その正体は潮の満ち引きを利用してアザラシの鳴き声を再現しているぽっかりの笛。ちょっと不気味な音に感じますね。ということでオホーツクタワー観光はこれにて終了。それでは紋別を離れる前にカニの爪オブジェの前で写真を撮っていきましょう。ここ海洋公園からカニの爪オブジェまではすぐです。5分ほど走って見えてきたのが巨大なカニの爪ですね。巨大な爪がオホーツクタワーを背にそびえ立っています。なかなかユニークな写真が撮れましたね。それではここからは紋別を出発し内陸へと入っていきます。目指すは今日の宿泊地旭川ですがルートは2択。今走っている国道273号線を直進し上川町へ、そこから国道39号で旭川を目指すコース。もう一つは滝上町から脇道にそれ縄文峠経由で愛別町から国道39号に合流するコース。悩んだ結果峠道を選択。峠と聞いたら行きたくなりますよね。ということで滝上町を抜け右折して縄文峠方面へ。いよいよ峠が近いですが対向車はおろか後ろも前も全く車がいない。そして現れる看板。ここは県外なんですね。そんなこんなで峠の醍醐味ヘアピンカーブが近づいてきたのですが思っていたのと違う。がっつりシェルターに覆われたカーブを通り抜けていきます。景色のいいカーブを求めてわざわざ峠道を選んだのにこれでは意味がないですね。そのまま士別市に入るもシェルターカーブは続きます。ようやく峠を抜けたと思ったのもつかの間再び県外の区間に入ります。その後も一台ともすれ違うことなく走り続けようやく人里へ。建物が見えるだけでこんなに安心するなんて日常ではなかなか味わえない感覚です。そして愛別町の市街地を右折。時刻は4時半を回ったところでここからは旭川紋別自動車道で旭川を目指します。峠を走らないルートならもっと手前から乗れていたことは忘れましょう。そこから10分ほどでピップ町に。ピップジャンクションから道央道に合流し旭川市へ突入。次の目的地を快活にしてもよかったのですがせっかく日が長いのでもう1カ所だけ観光することに。次の目的地は旭川の少し奥カムイコタンです。一瞬高須町をまたいでから旭川高須インターチェンジで高速を降ります。ここからは下道でカムイコタンに。旭川市の西端に位置するカムイコタンはインターチェンジからおよそ 30km。 意外とあるんですね。
旭川市街地方面からは一度 U ターンしてトンネルの横を左折。秘密のルート感がありますね。ということでカムイコタンに到着です。この峡谷はアイヌ語で神の集落と呼ばれ、古くから聖地とされてきました。川幅が狭まり流れが激しく、船が転覆しやすかったため魔人の仕業と恐れられていたようです。白い歩道橋が綺麗ですが、なんだか不思議な雰囲気がありますね。その後は橋の先の旧カムイコタン駅舎を見て見学は終了。それではここからは旭川中心部の快活を目指して走っていきましょう。ということで来た道を引き返し20分ほどで快活に到着です。それでは早速手続きを報告します。止まれませんでした。今までのツーリングではなんやかんやで止まれていたので油断していましたが、こうなる可能性も全然あったんですよね。前代未聞ですが、幸い旭川から札幌までは高速で2時間ほど。本当は旭川に宿泊して明日は富良野方面を走って札幌に帰ろうと思っていたのですが、強制帰宅コースです。疲れた体に鞭打って再び旭川高須から高速に。バイクに乗るには涼しすぎる夜の北海道の高速を走っていきます。途中砂川サービスエリアで休憩を挟みつつ江別東インターチェンジで高速を降り、そこから街灯もほとんどない区間を走り続け、なんとか昨日の出発地点道の駅と別に到着です。帰りの2時間は永遠のように感じましたが、今日の動画はここまで。次のシーンからは富良野観光編です。お疲れ様でした。皆さんおはようございます。今日もここ道の駅当別から今日は札幌を出発して旭川方面へ北上。そこから南下して美瑛富良野方面を走っていきます。本来であれば稚内からの帰りに富良野方面へ寄りたいところでしたが、日を改めての富良野ツーリングとなります。旭川方面には少しだけ寄り道をしつつ向かいます。というのも旭川の途中美瑛町から砂川市にかけて日本最長の直線道路があるんですね。せっかくなら完走したいということで直線道路に通じる国道12号線に合流していきます。このまま12号線を直進すれば日本最長の直線道路です。左手にモニュメントが見えてきましたが、ここからが日本最長の直線道路 29.2km 北へ走り抜けていきましょう。開始地点から約 4km。 直線道路はもっと田舎道かと思っていましたが、そんなことは全くなく街中を走り抜けていくんですね。意外な発見がありつつそのまま走り続け苗江町に入ります。
ここでモニュメントを通過し 29.2km も中間地点。 30km 弱ずっとまっすぐなので飽きてしまいそうと思っていましたが、景色が意外と変わるので楽しいですね。そして砂川市に途中給油を挟みつつ滝川市へ。いよいよ直線道路も終盤です。先の道がカーブしているということで、この辺りで直線道路は終了のようですと思っていましたが、実はこちら側のモニュメントは先ほどの滝川市に入るところ、つまり前のカットに移っていたんですね。そして30分ほど走り旭川市に。なんだか見覚えのあるトンネルですが、今日はこのまままっすぐ進みます。そして青看板に富良野の文字が。今回美瑛富良野をどう回るかですが、まずは左の看板にもあるパッチワークの道から。ということで川を渡って美瑛町に入ります。ここを左折すればパッチワークの道。さてどんな景色でしょうか。これはあまりパッチワークには見えないですが、なかなか綺麗と思っていましたが、この辺りは少しパッチワークらしいかも。家ならではの丘陵地帯が映えますね。走行しているうちに次の目的地が見えてきました。次はセブンスターの木です。かなり広い駐車場ですが、到着です。セブンスターの木は1976年にタバコセブンスターのパッケージに採用されたことで有名に。ポツンと佇む柏の木が綺麗ですね。それではまだまだ回るところがあるので出発です。次は少し南へケントメリーの木です。セブンスターの木は人が多くてゆっくりできなかったので空いていることを祈りつつパッチワークの道を進みます。5分ほどで見えてきたのがケントメリーの木です。こちらも広めの駐車場。バイクを止めて散策します。昭和47年日産スカイラインの CM に登場した美瑛を象徴する風景の一つ。今ではなかなか見られないおしゃれな CM ですよね。立派なポプラの木でした。それでは次の目的地へ。次は少し南へクリスマスツリーの木です。それっぽい木があるとすぐ目が行きますが、これは普通の木みたい。少し奥に見えるあの木がお目当てのようです。ということで到着。バイクを止めて記念撮影を。冬に来ればよりクリスマスツリーに見えるかも。邪魔にならないようにすぐ出発です。
流れるようにいろいろな木を見ていきましたが、次は3階の丘展望公園で一旦休憩です。通過するなんでもない道も本当に綺麗。これは自分で運転しないと損ですね。さて、3階の丘展望公園に到着。ここで一旦休憩です。振り返ると、駐車場からの眺めもいいですね。土手の上からの景色も開放感たっぷり。少し曇ってきましたが、まだまだいい天気です。それではどんどん行きましょう。続いての目的地は色彩の丘。カラフルな花畑が綺麗だそうで楽しみです。緑の中を走って到着です。さすが有名どころ混んでいますね。バイクを止めて歩いていきましょう。ということでチケットを買って園内へ。左手には早速ラベンダーがお出迎え。時期は過ぎたと思っていたので見られてよかった。富良野といえばやっぱりラベンダーですよね。奥へ進むと見えてきたのが虹色の花畑。ここまで綺麗だとはすごいですね。時期の花が綺麗に咲いていて圧巻です。奥のハートマークが気になりますね。行ってみましょう。近づいてみるとかなり大きい。園内はかなり広いのでトラクターバスに乗った方が優雅に見れたかも。歩きながらゆっくり見れたのでこれはこれでよしとしましょう。さて、それでは次の目的地へ。続いて向かうのはジェットコースターの道です。もう少し見ていたかったですが、まだまだ行きたいところがあるのでのんびりしていられません。ということで向かっていくのですが、ここの道もこの道もこの道もすでにジェットコースターっぽいですね。と思っていたらいつの間にか看板のある場所に到着。ここからの眺めはとてもいいですね。肉眼だと意外と普通の道に見えますね。それではジェットコースターの道を下っていきましょう。いい下り坂ですね。バイクでも気持ちいいですが、自転車で下ったらもっと気持ちよさそうです。下り坂も終盤となったところで、次の進路は十勝岳方面。白金青い池です。マックの壁紙にもなったことのある青い池ですが、ちょっとバイクを走らせれば有名な観光地がそこら中にある。富良野、美瑛はすごいですね。さあ、走り続けて山の中へ。左折して。
青い池の駐車場に到着なのですが、有料なんですね。バイクは100円なのですが、それ以上にしっかり観光地化されていて、ちょっと予想外。全国どこへ行ってもこの気持ちには毎回悩まされますね。ですが気持ちを切り替えて青い池を見に行きましょう。ということで、これが青い池。すごく緑ですね。そして人が多い。ここではなかなかゆっくり見られなさそうですね。この青い池は十勝岳の防災工事の際、堰堤に溜まった水が青い色をたたえたそうなのですが、昨日までの雨と今日の天気で青くは見えないですね。残念ですが、こればかりは運なのでどうしようもない。悔しいですが、次へ向かうことにしましょう。次の目的地はさらに山の中へ、十勝岳望岳台です。ナビに従ってどんどんと山奥へ。気づけば標高もかなり高くなってきました。左折して望岳台方面へ向かいます。ということで到着。結構車が止まっていますね。それでは歩いて散策です。一歩山に入るだけで景色が一変。足元には石が転がり、荒涼とした景色が広がります。ライディングブーツだと少し歩きにくいですが、気をつけて進んでいきます。すでに自然の大きさを感じ始めていますが、もう少し先へ。ということで望岳台に。あいにく厚い雲で十勝岳はあまり見えませんが、後ろには絶景が。少し歩いてきただけなのに麓から歩いてきたような不思議な達成感がありますね。以上、十勝岳望岳台でした。あの景色を見たら登りたくなってしまいます。車が多く止まっている理由が分かりました。少し他の観光地とは離れていましたが、来た甲斐がありましたね。登山の魅力が少しだけ分かったところで先に進みましょう。日が出ているうちに帰りたいところですが、帰り道で上富良野八景を少しだけ拾っていきます。次の目的地は朝日の山彦高地です。ナビによるともうすぐ到着なのですが、この先に果たしてあるのか。何かありそうには思えない畑道に進んでいきます。疑心暗鬼になりながらも走っていくと、氷柱が。ここはかなりの穴場ですね。バイクを降りると、これはいい景色ですね。先ほど間近で見てきた十勝岳ですが、円形でも綺麗ですね。写真もバッチリ撮れたところで最後の目的地、同じく上富良野八景のパノラマロードへ花に向かいましょう。人が少なくゆっくり景色を見れるここはと
っても良かったですね。それではパノラマロードへ花までカット。ということで交差点を左折したところに標柱がありましたね。この高台から十勝岳まで一直線に続く道がいいですね。ここは駐車場はないので速攻で退散。いつか上富良野八景をすべて回りたいと思いつつ帰路につきます。今日は行きたいところがたくさんあったので欲張ってしまい昼も食べずに走り続けましたが、主要なところは回れたのではないでしょうか。今度来るときはゆっくり見れる早朝から走りたいですね。ということで走っていき、芦別市、三笠市、そしてギリギリ日が沈みきる前になんとか道の駅当別へ。ということで今日のツーリングはここまで。次のシーンからはウポポイ編です。お疲れ様でした。皆さんおはようございます。今日は札幌駅前テレビ塔のふもとからスタートです。北海道での滞在も今日を入れてあと2日。今日の目的地は白老町アイヌ民族博物館ウポポイ。リニューアルしてからずっと行きたかったので今回ようやくの訪問です。白老町までは少し寄り道支笏湖のそばを走りながら向かいます。今日の札幌は眩しいくらいの快晴。ここからは豊平川沿いを走りながら南へ。走行しているうちに左手には支笏湖の看板が。右側の駐車場で一旦止まってみましょう。バイクを降りて、さて景色は少し木がかぶっていますね。思っていたより湖面が見えないのでもう少し先へ進みましょう。ということで右手に見えてきたのが支笏湖ですね。右側の視界が開けていて湖がよく見える気持ちのいい道です。ちょうどいいところに駐車場があったのでここで寄り道。これはいい景色ですね。奥の方は少し曇っていますがそれもまた神秘的。寄り道した甲斐がありました。それでは支笏湖沿いから山道に入り白老方面へ向かいます。ウポポイにアイヌ文化を見に行きましょう。駐車場を出てからもしばらくいい景色が続きます。つい右に目が行ってしまいますね。さて支笏湖沿いを走り抜け右へ曲がって白老方面へ。なのですが大粒が降ってきましたね。ちょうど止められる場所があったので急いでレインスーツを着ましょう。着ている間にも雨はどんどん強まりますが
なんとか着替えを終えて、気づけば大雨ですが再出発です。こう何度も雨に降られるとレインスーツの耐水性も落ちてきた気がします。さて、ナビに従い国道から左折して道道141号線へ。急にアドベンチャーな雰囲気の道になりました。昼間なのにこの暗さ、何かが出てきそうなので気をつけて進みます。左折するとここからは2車線、少し安堵しながら走っていきます。ですが安心したのもつかの間、またしても大雨が。すれ違う車も少なく、なかなか心細いですね。15分ほど走ってようやく山を抜けて苫小牧の市街地へ。海沿いまで出ればあとはこの国道36号線を進むだけです。直進し続けて白老町に、そして踏切を渡ると見えてきたのがウポポイです。新しくて綺麗ですね。駐車場はバイクは無料。誘導してもらっていたのに通り過ぎてしまいましたが、戻って無事到着です。雨の中お疲れ様でした。それではここからはウポポイを散策していきましょう。チケットを買って中へ。展示室は動画撮影禁止だったので、ぜひ皆さんの目で確かめてみてください。さまざまな展示があり、かなり見応えがありました。それでは少し外を散策。きれいに整備されていて、歩くだけでも楽しいですね。奥にはかやぶきの家屋、チセが並んでいます。そして戻ってくる頃には外は大雨に。もうここに泊まりたい。意を決して帰りましょう。今回は歌や踊りの公演と時間が合わず、生の演舞は見られませんでしたが、シアタープログラムを見られたのでよかったですね。雨ざらしのバイクにまたがるのは気が重いですが、ここから札幌まで頑張って走っていきましょう。帰りは高速で一気に戻ります。白老インターチェンジからの大道に。途中かなりの大雨に打たれ、全身びしょびしょになりながらも、なんとか雨雲を抜けて恵庭市、北広島市、そして札幌市へ。ということで雨のウポポイ編はここまで。明日はいよいよ北海道最終日です。ということで最終日の午後9時過ぎ、現在向かっているのは小樽フェリーターミナル。長かった北海道での滞在もいよいよ終わりが近づいてきました。
10時過ぎ、フェリーターミナルに到着です。札幌に近い小樽と関西の玄関口の舞鶴を結ぶ航路とだけあって、バイクの台数はかなり多いですね。そして乗船時間に。しかし残念ながらスロープを登るところが取れていなかったので、諦めて客室に向かいます。船内はこんな感じ。デッキは少し肌寒いですが、この空気ともしばらくお別れです。それではゆっくり休みましょう。お疲れ様でした。翌日はうねる日本海に少し酔いながらも、午後10時過ぎ、無事に京都府舞鶴港へ到着。本州に戻ってきました。今日は遅いので舞鶴に泊まり、明日は少し観光しながら金沢へ戻ります。真っ暗な舞鶴の街を20分ほど走り、西舞鶴駅前のホテルへ。お疲れ様でした。翌朝、天気は曇天ですが、もう雨はゴリゴリです。今日は少し遠回りにはなりますが、せっかく京都の北まで来たので、日本三景の一つ、天橋立を見てから金沢へ帰ります。天橋立といえばビューランドが有名ですが、バイクでは上まで行けないとのこと。少し離れますが、清掃寺の展望台から見ることにします。ということで30分ほどで宮津市に。そしてしばらく走ると左手に海が。こういう道大好きです。さて右手には天橋立らしき景色が見えてきましたが、清掃寺は阿蘇海をぐるっと回った山の奥。一度与謝野町を通って看板を左折。ここからは山道ですが、急ではないことを祈りつつどんどんと登っていきます。途中小雨に当たりながらも料金所に到着。この少し手前にすごく急なヘアピンカーブがあったので、来られる際は要注意です。500円を払って中へ。なんとかレッグバッグに詰め込んで展望台まで登っていきましょう。料金所までの区間もかなり急勾配でしたが、ここもなかなか。やっとの思いで展望台まで到着です。さあ天橋立を見ていきましょう。平日なので貸し切り状態。天橋立を独り占めです。一瞬どれか分かりませんでしたが、右下にありましたね。少
少し変わったアングルからですが、ゆっくり見られていいですね。瓦投げ。願いを込めて瓦を投げて輪に入れば叶う。やるしかありません。ほとんど映っていませんでしたが、3枚中2枚入りました。これはきっと叶いますね。景色も見れて満足です。それでは天橋立を満喫したところで、ここからは金沢に帰りましょう。ありがとうございました。そこからは高速でささっと帰る予定でしたが、最寄りの与謝天橋立インターチェンジが事故で通行止め。仕方がないので山道を抜けて舞鶴まで戻り、迷いながらも舞鶴東インターチェンジからようやく高速へ。福井県に入り、途中南城サービスエリアで越前そばをいただき、再び北上。その後高速を降りて石川県に。その後も走り続け、無事金沢市に到着。長かった北海道ツーリングもこれにて終幕です。それでは金沢の街並みを横目にお別れです。総集編を最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。